そお邪魔します YouTube。 どうも、若き童貞ミハエル・カイザーだ。今日の企画はワールドカップベスト4ガチ予想してみたー。はい、ということで、新世代ワールドベスト11にも選ばれてる世界一のルーキーであるミハエル・カイザーが2026ワールドカップの優勝国予想をしていきたいと思います。2026年って言ったらもうワールドカップイヤーなんで、ワールドカップ以外楽しみないっす。ワールドカップ以外楽しみないっす。まあ、もうすぐ2月でバレンタインとかもあるんだけど、多分もらえないっす。もらえないっす。よかったら皆様僕にチョコレート送ってくださると嬉しいです。お願いします。できればパンの耳のラスクを作ってほしいな。僕がお金ない時代よくラスク食べてたんで、ラスクを作ってくれると嬉しいです。まあ、それじゃあ普段ね、ミハエル・カイザーが面白い動画を投稿しているので、絶対有名になるので YouTube チャンネル登録、そしてコメントとか、よろしくお願いします。それじゃあ、愛されたいワールドカップベスト4、まあしゃあねえわ、しゃあねえわ。ベスト44位日本で行くわ。今回4位日本で行くわ。まあ、ぶっちゃけ行ってほしくないけど、俺日本別に応援してないんで。まあやっぱ日本がベスト4になる理由は、やっぱ日本はね、急成長がすごい。まあ、余市とかリンとかな、いっぱいいるし。あ、間違えた。それ、ブルーロックの話だった。間違えた。まあ、今年、ベスト4行くんじゃないか。ベスト8に行かないか、ベスト4まで行く気がすんだよな。日本は俺は4位だと勝手に予想してます、今回。まあ、願望込みで日本4位ですね。で、まあ、日本は、まあ、正直粒揃ったって話したんですけど、不安事項もめちゃくちゃあると。それが、やっぱ怪我人が多いことなんだよね。直近の大会でも、久保とか、鎌田とか、あと冨安も怪我してるか。だから結構ね、誰？なんか怪我してるから入ってる。そういう主力メンバーが怪我してるっていう点で、まあこれ、物語が出来上がってるんじゃないかな。いや、ブラジルに勝ったと言っても怪我してるから日本これ、やばいんじゃないの？これね、やっぱ絶望はゾクゾクするよな、余市。絶望を味わってからこれ行くんです。これ、馬狼照英と同じな。俺はな、スナフィ、退職届出すぜ。おめえが作ったこのチームはよ、凡人が生きるには最高の環境だ。でもな、俺が生きるのには絶望が足んねえぜ。チョップドリブル、うわっやっぱり物語として出来上がってると強いよな、日本は。この前もドイツ、スペインと同じグループになってグループリーグまで勝ち上がるって思った人いないよな。いねえよな。通り部からマイキー再選した、マイキーも出てきたんですけど、やっぱり日本はこういうストーリーがあってこそ輝くチームだなと思うし、やっぱり日本が輝けば輝くほどブルーロックの知名度って高まるんですよ。ブルーロック実験成功してて腐ってこれ世界に言わしめてほしいという願望込みで4位にしました。僕的に日本の推し選手を最後一人話すと、竹久保ですね。竹久保はブルーロックで言うと糸師沙絵がモデルになってる。幼少期からバルセロナに行って、バルセロナでちょっと契約うまくいかなくて、まあレアルに行ったりとかもしてるし、すごい順風満帆な人生。くそ羨ましいぜ。俺も幼少期からバルサ行きたかったわ。幼少期はな、こいつと共に生活したんだよ。クソ物と一緒にな。親父にボコられまくってたんだよ。ということで、4位は日本でした。第3位はフランスでいきます。俺のターンドロー、フランスで。日本まだチャージして、フランスバトルゾーンに出します。フランススピードアタッカーでダイレクトアタックします。フランスが3位の理由について話すんですけど、フランスはやっぱりメンバーのなんか構成っていうか、メンバーの粒揃い感っていうか、一人やっぱキリアン・エムバペ、足が速くてすごい世界的にももうバロンドール取るか取らないかレベルの超大型怪物フォワードがいるし、さらにディフェンス陣とかもフランスは軒並み身体能力高かったり、テクニカルな選手多いし、
フランスってそのエムバペ見たらわかるけど、なんかそういうアフリカ系の血も入って運動神経がある人もいるし、白人系のテクニックとか狡猾さを持ってるこのハイブリッドな感じがフランスめちゃくちゃ強いなと思うので、フランスはぶっちゃけ優勝国筆頭と言ってもおかしくない国なんだけど、僕的にはなんか3位で終わりそう。まあ1位か3位だろうな。まあ1位か3位だろうな。そんな感じがするってすごい思うわ。まあだし、俺はな、エムバペあいつには注目してんだよ。まあ、ちょっとロキって呼ばせていただくわ。ジュリアン・ロキな。あいつにはめちゃめちゃ期待してるし、俺のマスターであるノエル・ノアもな、あいつには期待してるんで、やっぱキリアン・エムバペの活躍っていうのをほんと、期待してます。ちょっと海外サッカー別に俺詳しくないんで、フランス正直ね、話すことないっす。許してちょんまげ。まあ詳しくないのにね、語るなよと今言われたんですけど、まあ、僕占い師なんで結果はわかるんで。ちょっと調べるわ。じゃあちょっと調べるわ。フランス代表もフランス調べるわ。愛されたい。フランスのメンバー今ちょっと調べてきました。フランスのメンバーちょっと調べてみたところ、一切わかりませんでした。まあ冗談で、デンベレって、まあこれバルサで結構俺でも、にわかでも聞いたことがある名前だし、デンベレってね、確かバロンドール取ったか取らないかぐらいだったよな、前回。デンベレ取った気がする、バロンドール。デンベレ取ったよな。デンベレ取ったよな。そう、やっぱそういうバロンドーラーレベルがまず2人いるし、あとやっぱカンテっていうめっちゃちっちゃくてスタミナがバカやばい、まあなんかライチみたいな、ライチとか黒のあたりかな、ブルーで言うとそういうキャラもいて、まあ日本より質の高い粒が揃ってる印象ですね。なんか名前クンデとかチュアメニも聞いたことある人めちゃくちゃいる。チュアメニって多分みんな聞いたことあるよね。チュアメニって多分みんな聞いたことあるよね。この辺のメンバーがいいんじゃないかな。ちょっと俺さ、俺がウイイレとかやってて知ってた名前の世代はなんか前回で引退しちゃったっぽいんだよね。キーパーのロリスとか、ジルーとかさ、ロリスはここに虫止まったことで前回大会確か有名になった方っすね。まあそんな感じなのでフランスは3位だと思いました。愛されたい。次、ワールドカップ優勝国予想第2位は、ブラジルですね。まあ本当はブラジルに俺1位になってほしいっすね。だけど、まあブラジルは2位かなと思って、まあ理由はちょっとね、今年とか最近も、ブラジルって調子悪いんですよ、実は。まあそして第1位は、まあやっぱアルゼンチンだね。アルゼンチンで、これ行くね。俺はわかるで。アルゼンチンね、結局今回も勝ちます。いや正直ね、俺ほどアルゼンチン信者、多分日本にいないっす。俺ほどメッシを信じてる人はいない。メッシが出るならアルゼンチンで、これ勝ちますね。アルゼンチンは昔まではメッシのワンマンチームだったんだけど、やっぱディバラとかマクアリスターとかデパウルとかモリーナとかオタメンディとかが、そのメッシ親衛隊の方が今いっぱいいるんだよ。ラウタロ・マルティネスとかリッサンドロ・マルティネスとか、アルゼンチンのメンバーはもうこのポンポン出てくる感じ、俺アルゼンチンファンなんだよな。いつかブエノスアイレスにちょっと行ってみたいっすね。グループリーグ見た感じ、正直グループリーグ突破はぶっちゃけ余裕だと思うのよ。最近アルゼンチン調子もいいし、だからどれだけグループリーグで温存して決勝トーナメントに行けるかっていうのがすごい大事になってくると思うので、アルゼンチンにはグループリーグちょっと圧勝して、まあ、主力選手を休めつつ、勝ってもらいたいなって思いましたね。まあでもなんか前回優勝者はなんか予選突破できないっていうジンクスが去年まではあったので、やっぱりアルゼンチンも一応優勝して次浮かれてると思うので、浮かれちゃダメだよみんな。浮かれたら足元救われるで。過去の俺みたいに夜市に足元救われるで、マジで。そういう感じなので、アルゼンチンは1位にしていきたいと思いました。愛されたい。はいとかでちょっと今日ワールドカップ優勝国ベスト4話したんだけど、まあちょっと正直手応えないっすね。もう完全に俺の占いっていうか、俺のこのメタビジョンで見たあれで決めたので、根拠とかちょっと一切ないんですけど、
これワンチャン当たるぞっていうか、これが当たるために俺ワールドカップの勝敗を応援したいと思うので、ぜひ皆様のねワールドカップのそういうこの国は何位じゃないかとか、皆様も予想コメントで、今ならみんな間に合うぜ、スターになれるぜ、スターになれるぜ、優勝予想とか当てたら、みんな今はねどしどしコメントしてくれたら嬉しいです。ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。くそお邪魔しました。 YouTube